ザムービー歌姫オーディション。世界中から1000人以上がエントリーしたオーディションを勝ち抜いた歌姫がついに決定。2020年7月4日ライブストリーミングイベントアニメエキスポライト2020の中で歌姫が世界へ発表された。最終話はその舞台裏に迫ります。 D モザムービー歌姫オーディション。はい、皆さんこんにちは。 D モザムービー歌姫オーディションアシスタント MC の細田健太です。本日はですね、ついに歌姫オーディションのグランプリがここ晴れ舞台にて発表されるということで、私潜入していきたいと思います。行きましょう。いやー、ヨッピーさん、長きにわたって行われてきましたこの D モザムービー歌姫オーディションもついに歌姫が決まったわけですが、改めてこの3ヶ月振り返ってみてどうですか？いろいろと社会状況変わってましたからね。本当ですね。その中で一生分の女子の自撮りを見たと思ってます。日本放送吉田久典です。アシスタント MC の細田健太です。ということで、いや本当大変な時期に行われたオーディションでしたね。だからみんなインターネットテレビ会議システムでオーディションを行うっていう、歴史上もまずないような形。いや本当斬新な手法で行われてきましたね。で審査員はこんなこと考えてたと。はい、そういう審査基準としては当然ありますけれど、人としてのやっぱり人間力みたいなものも同時に必要になってくるのかなと思います。ずっと人間力って森さんはおっしゃってましたよね。そしてもうお一方の重要人物はこの方です。これからその人を応援してその人を一緒に育てて売っていこうっていう人たちの心をつかむことなんですよね。この梶浦さんの語り口がものすごく本気なんですよ。審査員の方々も一生やっていけるプロを選ぼうっていう決意だったのがすごく伝わってきますよね。ということで、先日行われましたライブストリーミングイベントアニメエキスポライト2020の中で審査員の皆さんに今回のオーディションを総括していただいておりますので、そちらをご覧ください。決勝に残ったね6名の方たちはもうそれぞれ皆さん素晴らしい才能を持った方だったんですが、やはりこの D モザムービーにふさわしい歌姫というところが選考ポイントの一番、それとやはり将来性、この2つが一番大きかったと思います。はい、ズバリこの D モザムービーの、主題歌を決める、歌姫を決める、オーディションが行われたわけですけれども、世界中から1400名以上の、エントリーがありましたこの、オーディションを勝ち抜いた歌姫を、今日この場で、発表させていただきたいと思ってます。根本的なところにはなりますが、お互いの、人間的な部分をまずより深く認識し合うってことと、あとは目的だったり目標みたいなものをきっちり決めて、それをお互い共有してそこに向かっていくっていう、そういったことを大事にしたいと思ってます。Absolutely. So this was a great experience, and we appreciate this opportunity. But I was somewhat skeptical at first about all online audition, and I wasn't really sure how it would turn out.But as Miss Kajura was saying, I felt that the charm and the personality shows through the screen, and I think it worked very well for everybody. So I think it turned out really well. 歌で生きていかなければいけない人を選ぶわけですから、その力がない方を選ぶのは逆に失礼だなと思うこともありますから、やっぱり歌の力がまずある方、それから多分皆さんもそうなんでしょうけど、歌い手として人前に立つ方ですから、その人前に立った姿が歌を歌ってる姿も含めて気持ちいい、音楽をやってる姿を気持ちよく見せてくださるというような、そのさっきおっしゃったチャームというか魅力っていうところがやっぱりあると思いますね。あと最後には今回はあくまで D モという作品のオーディションでもあります。これから歌を歌っていく方ではありますが、一番初めのデビューは D モという作品になるわけですから、やっぱり作品のイメージに合う方、そんなところで選ばせていただいたかなと思ってます。課題曲であった楽曲が実は、皆さんお気づきかと思いますが、主題歌ってまだ発表されてないんですよね。そういった意味ではやっぱりこれから皆さんに発表させていただくべき主題歌
これに歌うにふさわしい人たちはこのレコーディングっていう形を通じてやはりその人の習得能力だとか伸びしろだとかやっぱりレコーディングに対する姿勢だとかやっぱりそういったところを審査として、判断させていく材料として今回こういった形を取らせて実はいただいてたんです。このレコーディングという形についてですかね。今回初めにまずいろいろな事情がね今回ありましたから特殊な形のオーディションにはなったんですが、皆さんが自分で撮って応募してくださった画像動画を見られたり、あとファイナリストに近くなってくると実際のステージ、十分に距離を取ってですけれども実際にステージで歌っていただいた姿を拝見もできましたし、でやっぱりそのレコーディングしてなんていうのかな、曲を表に出すっていうのはまたちょっとステージで歌うのとは違ったところがありますので、そのステージでずっと歌い慣れてる方がまたレコーディングになった時にどうなるのかっていうのは聞いてみたいところではあるんですよ、やっぱり。で最後にそのきちんとした形できちんとした機材でもう声の隅々まで聞こえるような形でレコーディングされた音源を聞かせていただけたということで、その全体像も見せていただいたりステージの姿も拝見できてレコーディングの声も拝聴できましたので、すごくなんていうのかな、こちらの欲しい情報を十分にいただけたオーディションになったかなと、ありがたいなと思ってますね。それでは Demo the Movie、全てのスタッフが自信を持っておすすめする、歌姫はこの方です。高島ひなのさん、おめでとうございます。おめでとうございます。番組では貴重な歌姫誕生の瞬間を入手していますよ。ご覧ください。急にお時間いただいてしまいまして申し訳ありません。いろいろと課題も挙げられています。歌う姿勢ですと少し猫背になりがちで、その場合、発声にも影響が出ることと、ライブやステージで歌う際の見え方にも影響する部分があると思います。あと歌唱の際のビブラートの癖などは多分好きなアーティストさんの影響を受けているのかもしれませんが、もう少しまっすぐ歌ったり、張り上げるところは素直に張り上げたりっていう面も見てみたいといった意見もありました。細かいビブラートをつける部分はむしろ難しい技量でもあるので、もちろん良い部分でもあるとは思っています。その他にも何点か課題が挙げられました。今後はそういった課題を僕たちと一緒に乗り越えていきましょう。Demo the Movie 歌姫オーディション、グランプリは高島ひなのさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。今のお気持ちどうですか？落ち着いてからでいいですよ。信じられない気持ちでいっぱいで、私の夢は世界で通用するシンガーになることだったので、絶対に負けないという思いでこのオーディションに臨んできて、私の命をかけてこのオーディションに臨んできました。だからめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。はい、スタッフみんなにも審査員の梶浦さんも、プロデューサーの森さんにも伝わっていると思います。ありがとうございます。その結果のグランプリということで本当におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。対面の頃からずっとやっぱりすごく強い意志というか、特にそれは3次審査で感じました。ずっとその強い意志がここの結果に、なったのだと思います。ありがとうございます。もう
今までそばにいてくれた家族に結果で恩返しをできて本当に嬉しいからこの気持ちを今隣にいるんですけどありがとうございましたこれからも自分に負けることなく精一杯努力してこの作品を必ずいいものにしていくのでこれからもよろしくお願いします。改めましてグランプリは高島ひなのさんです。おめでとうございます。いや、歴史に残る瞬間ですね。満足げというか、少しほっとしたような表情でも見える高島さん。今森さんから盾が渡されました。そして続いて梶浦由記さんから花束です。はい、 CM の後は歌姫の歌唱、そして選ばれた理由が明かされます。さあ、今回のオーディションで選ばれた歌姫の歌唱を聞いていただきましょう。歌姫高島ひなのさんによる決勝の課題曲フルクオールです。悲しみは何を呼ぶだろう。遠ざかる空は僕をすっと拒んでく。幼い君の指先が拾い上げるなくしたかけな心を重ねて生まれた景色は泣きたいくらいに儚くふわり積もる想いはいつまでも果てなく遠い世界で君を探している。行かないでと君は言うけど一人でいられないのはきっと僕の方。君のためできるのはここで奏で続けることだからもうおかえり。この手を離してあげられるうちにきらめく記憶の中で微笑む君を見ていびつな祈りの歌に夢の終わりを知る。いつかこの想いは君の手舞い降りて触れては溶けてゆくの命の優しさで。続いては3次予選の課題曲梶浦由記さん作詞作曲暁の車。思い出を焼き尽くして進む大地に懐かしく芽吹いてゆくものがあるの。
この歌ですもんね。では選ばれた理由は？はい、この後実は初めて個人に対する投票があります。改めまして D モザムービー歌姫オーディションのグランプリに輝かれました。おめでとうございます。ありがとうございます。梶浦さん、森さんに今こう挟まれてこの場に立っているわけですけれども、今どんなお気持ちですか？本当に夢のようで全く今も信じられていません。すごいふわふわしています。高島さんを歌姫に選んだ理由をお聞かせください。はい、まずはこの D モザムービーにね、本当に多くの方がエントリーしてくださり、本当に多くの方が応援してくださったことを深くね感謝しております。で、皆さん参加された方は素晴らしかったですね。特に最後決勝に残られた方たちはある側面から見ればもしかしたら結果が変わっていったかもしれないななんて思いながらも、そんな皆さんレベルの高い参加者の中からやっぱり高島さんに選ばさせていただいたというのは何でしょう、僕も番組内で申し上げましたが、やっぱりこの世界でやっぱりやっていくんだっていう何でしょう、覚悟でしょうかね。やっぱり実力はもちろんなんですけれど、この先もうたくさんの、いろんななんでしょうね、壁があると思います。それをやっぱり乗り越えていくのはね、ご自身でも今言ってましたけど、やっぱり自分に負けない強い意志とやっぱり皆さんに感謝する気持ち、この2つが一番大事かなと思いますので、そんなところがやっぱり見られたのが高島さんだったかなという気がします。選考のポイントはやっぱり本人の強い意志だったのかなというふうには今感じてます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、森さんありがとうございました。彼女に対して総評をいただけたらと思います。よろしくお願いします。そうですね、総評ってもう偉そうな感じになっちゃうんですけど、でも本当にこのオーディションはいろんなタイプの歌い手さんが参加してくださって、私も本当にいい勉強させていただいて、で当たり前なんですけど、歌って誰が歌うかで全く違う曲になるんですよね。ですから本当にファイナルに残ってくださった方に一つの曲をもういろんな歌として聴かせていただいたことは本当にいい勉強になりました。でその中でやっぱり高島さんにお願いしたいなと思ったのは、言ってしまえば総合的なスキルの高さがまず一番大きかったです、正直言って。で歌は心って言いますが、心を表現するには絶対的にスキルが必要ですから、やっぱりなんていうのかな、感情の大きさだけではいい歌は歌えない、それを本当に感じさせてくださって、でスキルが高いっていうことはいろんな歌が歌えるっていうことなんですよね。でいろいろな自由曲、課題曲を聴かせていただきましたが、やっぱりどれもきちんと自分の歌として歌いこなしてくださっていて、上から下まで大変丁寧に歌ってくださって、で実はその歌を一曲最初から最後まで上から下まできちんと丁寧に歌ってとても難しいことで慣れていないと、割と私なんかもそうですけど、カラオケとか行くと好きなとこわーって得意なとこだけ歌っちゃって、あとはしょぼくてもいいやみたいな歌に私はなっちゃうんですけど、やっぱり今回参加してくださった歌姫の皆さんはそんなことは全くなくて、非常に丁寧な歌詞を聴かせてくださったんですが、特に高島さんは本当に隙のない歌を歌おうとしている姿が非常に垣間見れて、もう気持ち的にはプロフェッショナルなところのある方だなと思っていました。そういった気持ちも含めて、なんていうのかな、引き際を自分で作らないっていうか、覚悟っていうか、歌に向かう覚悟っていうのを森さんがおっしゃったように見せていただいたところも大きかったです。これからね曲を作らせていただいて、DMOにふさわしい曲をきっととても素敵に歌っていただけると、私も頑張らなきゃいけませんけれども、一緒にいい曲を作品のために作らせていただければとても光栄です。よろしくお願いします。お願いします。最後に今の思いを一言一番伝えたい方へお願いします。家族の今までずっと支えてくれた家族に感謝を伝えたいと思います。いつも本当にありがとうございます。これからもたくさん大変なことがあるんですけど、これからもずっと一緒に頑張ってほしいです。頑張っていきましょう。よろしくお願いします。高島さんって一緒にって言うんですよね、オーディションに参加した全ての人の思いを背負って羽ばたいていきます。おめでとうございます。おめでとうございます。
エンディングは高島ひなのさんによる映画劇中歌「インサイド・ア・ドリーム」をお届けしております。 D モザムービーの主題歌を歌う歌姫を決める、今回のオーディションできましたが、主題歌はまだ明かされてないんですよね。そうですね。主題歌は映画の中でとても重要な役割を持つということなので、映画の中で初めて聴けるということです。実は関わる人みんながこれからって言ってたんですよね。このオーディションフィナーレのようで実は出発点そうですねですからね。しかしその出発点ずっとお付き合いいただいてありがとうございました。お相手させていただいたのは番組 MC 日本放送アナウンサーの吉田久典とアシスタント MC の細田健太でした。 D モザムービー歌姫オーディション、最後までありがとうございました。ありがとうございました。改めましてグランプリは高島ひなのさんでした。高島さんは梶浦由記さんと一体どんな音楽を D モザムービーのために作るんでしょうか。映画僕は見に行きますよ。細田君は？一緒に行きましょうか。